こんばんは、イムルタチャンネルのイムルタじゃ。今回の動画は、彫金のロー付けのやり方その1じゃ。ロー付けのやり方について解説していくぞ。ロー付けは金属と金属をくっつける技法じゃな。火事にならないように安全に気を配って行ってほしい。ロー付けに必要な道具は、ガスバーナー、インセット、フラックス、銀ロウ、ピクセル、水じゃな。ロー付けを行う際は、ロー付け場を作ってロー付けをしよう。ロー付け場作りに必要なものは以前の動画で紹介しておるので確認して自作してもらうといい。ロー付けの練習には真鍮を使用し、ロー材は銀ロウを使用する。ロー材の細かな解説についてはまた別の動画を用意するが、個人的にはロー付けの練習にはゴブロウを使用することをお勧めする。では、ロー付けの大まかな流れを解説しよう。まず、くっつけたい金属を用意する。ロー材を用意する。くっつけたい金属、母材にフラックスを塗る。ロー材を置いてガスバーナーで熱していく。くっついたら火を外してディクセルの溶液に放り込む。最後に水で湯水で完了じゃ。では、それぞれの工程において解説していこう。まず最初のくっつけたい金属、母材を用意する。今回は廃材入れから真鍮の板を用意した。今回は使用するのが真鍮であるが、まずはくっつける前にくっつけたい金属をきれいにしよう。汚れがついているとロー材が流れるときに邪魔になるからの。ただ、きれいにすると言っても磨き上げる必要はない。ゴミと油分が取れていればよいな。きれいにし終わったら、くっつけたい位置で固定する。固定にはこの第3の手のような補助工具を用意しておくと便利じゃぞ。合わせた面に隙間があるとローが流れないので、隙間ができないように固定するのがポイントじゃ。次にロー材を用意しよう。板ローを小さく切ったものじゃな。を置いて使う置きローでロー付けをする。ロー材は棒状のものなどあるが、また粉末状のものもあるが、それはまた別の機会に解説しよう。続いて、母材にフラックスを塗っていく。ロー付けをする際にフラックスを塗るというのは非常に重要じゃ。本を見ると適量と書かれていることが多いが、始めたばかりの頃というのは適量というのがどのぐらいというのがわからんじゃろう。わしもわからんかった。足りなくて失敗するぐらいであれば多めに塗っておいた方がいいじゃろうな。ケチるようなものでもないしな。慣れてきたら自分のやり方に合わせて量を調整するというのが一番いいじゃろうと考えておる。続いて、ロー材を置いてガスバーナーで熱していく。フラックスを塗り、ロー材を置いたら、ガスバーナーに点火して、まずはフラックスを温めて少し乾かそう。熱されたフラックスがブクブクと動く様子がなくなったら、母材を加熱していく。ロー材が溶ける温度に達すると、そのロー材が溶けることにより毛管現象で隙間に入り込んで母材同士がくっつくということになるな。最後に母材がくっついたということを確認できたら、最初に塗ったフラックスを除去する必要があるので、火から外したらディクセル溶液に放り込んで5分ほど沈めておこう。その後は水でゆすいだらロー付け完了じゃ。今回はロー付けに関しての動画その1じゃな。まずは簡単な流れ。基本的なロー付け方法を紹介させてもらった。改めて簡単に言うと、ロー付けしたい金属をきれいにして、フラックスを塗って、ロー材を置いて、火で熱する。最後に、ピクセル溶液に入れてフラックスを取る。水でゆすぐ。この流れじゃな。火事にならないように気をつけるんじゃぞ。では今回はここまでじゃ。高評価、チャンネル登録よろしく頼んだぞ。